俺たち、海外で無人島サバイバルに挑戦するぞ。だから、新しいチャレンジシリーズを始めることにした。何度も乗り継いで8時間も飛行して、インドネシアのある小さな島。地元の漁師さんが言うには、近くにすごく原始的で、しかも、めちゃくちゃ大きな無人島があるらしい。虹間近く公開した後、ついにその無人島が見えてきた。めちゃくちゃ綺麗な島だった。広い白い砂浜がいくつもあって、透き通った海がぐるっと囲んでいる。この島本当にでかいな。地図で見てもさ、南北で直径3キロ以上あって、東西も2キロくらいある。こんな大きな島が無人なんて。誰もいない。砂浜もめちゃ広いんだよ。漁師さんと話して、この島について少し分かってきた。とにかく広いから、地形もいろいろある。ジャングル、泥地、草原、マングローブもある。だから生き物もかなり豊富らしい。漁師さんの話だと、野生のイノシシがたくさんいて、だからこの島は、イノシシ島って呼ばれてるんだ。周りの海も資源が豊かそう。うわ、ここって昔誰か住んでたのかな。棚みたいなのがあるぞ。英語で何か書いてあるけど意味わからない。火打ち石も落ちてる。これ、前に誰かが作ったシェルターかな。じゃあここで俺たちが持ってきた装備を紹介しよう。まずはゴーグル、釣り糸と釣り針、手袋も、ナイフ、それから現地で買った調味料も。輪ゴムとかは小さいバッグに入ってる。あと大きなバッグもあって、中身は撮影用の道具だ。サバイバルの3要素は水、食べ物、そしてシェルター。まずはこの島を探検して、淡水があるか探そう。ヤシの木がいっぱいあるエリアを見つけた。そこに行くには、ジャングルを抜けて、マングローブの泥地を越えて、ヤシの木が何本も見える。淡水が見つかるまでは、ココナッツで水分を補給しよう。今は体力も十分あるし、ちょうどいい。だから、ココナッツを取るなら、今がチャンスだ。めちゃ大変だった。10個も取ったぞ。これで2日分は飲めそうだ。とりあえず水は確保できた。次は食料だ。この島は自然そのままで、海の資源は豊富なはず。ダート、俺、潜ってくるわ。お前は浜でシェルター作れるか見てみて。島の海を潜って探索開始だ。最初は一面の海藻エリア。少し泳ぐと全く違う景色が広がっていた。海底では群れの魚たちが餌を探してる。カラフルな魚が多すぎて目がくらむほど、いろんな海の生き物が目の前に現れる。今日は道具を何も持ってきてない。だから魚たちには手も足も出ない。ただ目の前で泳ぐのを見てるだけ。すぐそこにいるのにね。そこで狙いを変えて、貝を探すことにした。目の前にたくさんの人手が現れた。形も大きさも様々だ。それに食べられないナマコが大量に、本当にどこにでもいる。ここでは巨大なホタテが岩にくっついてる。少し探しただけで2つも見つけた。でっかいホタテだな。俺の頭くらいあるぞ。さらに進むともっと大きなホタテを発見。こいつはさらにでかい。何キロもありそうだな。ちょっと泳ぐだけですぐ大きなホタテが見つかる。海底にはいろんな貝もいっぱい。名前も知らないやつもいる。石みたいに見えるのもあった。一番多いのは日本でもよく食べる五角貝だ。大きいのから小さいのまで、そこら中に、俺が潜ってる間に、ダートも動いていた。住む場所を確保し始めたんだ。そこに葉っぱを乗せれば、簡単なシェルターの完成だ。このシェルター、目の前が大海原だ。朝日と共に働き、夕日と共に休めるな。ここの海の恵みは本当に豊かだ。ちょっと潜っただけでこんなに取れた。真珠貝もいっぱいあるし、石みたいな巻き貝もある。小さいホタテもあるし、でっかいホタテもあるな。うわぁ、兄貴。こんなに取ったのか。ああ、頑張れば、きっと豊かな暮らしができるぞ。明日が楽しみだな。ダートのシェルター、なかなかいいね。後で手直しが必要だ。よし。もう腹ペコだ。焼きながら食べよう。うわ、苦る。でも噛めば噛むほどうまい。もう一口いくか。この大ホタテ、肉がたっぷりだ。お、こっちの貝も焼けたな。貝結構取れたな。でも食べ応えあるのかな。
兄貴、この一番で買いやつ食えよ。ほら、食べてみて。肉がぎっしりだな。異国の無人島で、こんなごちそうを味わえるなんて最高だ。でも雨が降りそうだな、この雲行き。中に入ろうか。待て。島の上空が真っ黒だ。大雨になりそうな雰囲気だな。今日は順調かと思ったのに、夜になって急に天気が崩れた。今夜は大変なことになりそうだ。シェルターがあるかな。いや、このシェルターじゃ頼りないだろ。夜に野獣が出たらどうするんだ？どうしよう兄貴。怖いよ。とにかくシェルターを補強しよう。見えた？わあ、力すごいな。サバイバル挑戦の2日目だ。昨日は、潜ってたくさん食料を手に入れたけど、でも、一番大事な水の問題はまだ解決してない。この島には、知らない野生の獣がいるかもしれない。安全のために、シェルターをちゃんと作らないと、午前中いっぱい頑張って、島の枯れ木で骨組みを作った。さらにベッドも作ったんだ。これで横になれる場所ができた。寝ればだいぶ安全だな。時間ができたら、屋根と両側も塞いでいこう。これテーブルにもなるし、物を置くのにも使えるな。もう結構いい時間だ。島を探検してみようか。水や食料が見つかるかもしれない。出発する前にココナッツの水袋を持っていこう。道中で喉が渇いたら飲めるし。よし、出発だ。この島には猿がたくさんいて、群れでちょこちょこ現れるんだ。木の上を登ったり降りたり、ずっとこっちを見てる。たまにイノシシが飛び出してきて、すぐに消えていくこともある。動物がこんなに多いなら淡水があるはずだ。じゃなきゃ彼らは何を飲んでるんだろう。島の真ん中まで行ってみよう。ほんと広くて乾いてるな。ここはもう5ヶ月も雨が降ってないらしい。あ、前に人が建てた建物が見える。ダート、行ってみよう。よし。うわぁ、小屋だ。前にここで暮らそうとした人がいたみたいだ。でも結局捨てちゃったんだな。人形、最後は踏んだ。多分猿のだよな。これ食べられないのに、何に使うんだ？早く捨てろよ。さあここで、ドローン飛ばして周りを見てみよう。よし、ドローンで確認だ。この小屋の前に、水たまりを発見。最初はめちゃくちゃ興奮したよ。島の低い場所にあったから、淡水かもって思ったんだ。でもよく見ると、海に近すぎるんだよな。淡水じゃないかも。でもまあ、とりあえず確かめに行こう。ああ、やっぱり塩水のぬかるみだった。ぬか喜びだな。汗だくだよ。兄貴、ちょっと休もうぜ。喉カラカラだ。ほら兄貴、水飲んで。今日は水探しはもう無理っぽいな。先に食料をなんとかしよう。さて、大きな森にやってきたぞ。食べ物探すときは水だけじゃダメだ。バリエーションが大事。前に大きなマングローブ林がある。行ってみよう。マングローブにはカニがよくいるからな。しかもこんな原始の環境なら、きっと大きなカニがいるはず。兄貴、全然いないぞ。ここは水が深すぎるのかも。もっと奥に行こう。おお、ここ巻き貝がいっぱいだ。こんな真っ黒なの食えるのか？わかんねえな。早く捨てろよ。一緒に来い。見たか？ダート、ここに巻き貝あるぞ。これ絶対食えるな。いいね。でっかいの見つけた。見たか？ここにもあるぞ。マングローブでいいの見つけたんだ。穴の中に大きなカニが隠れてた。ほらな。やっぱりいたろ。まずは棒でつっついて出そう。力強すぎるな。全然出てこないぞ。水を抜いちゃった方がいいな。見えたか？うわ。爪がめちゃでかい。気をつけろよ。力強すぎるだろ。まだこの穴の中だ。さっきは顔出してたのにまた奥に引っ込んだな。掘り出そうぜ。やばい。めちゃくちゃでかい。これはでかすぎる。うわ。こんな大きなカニ、初めて見た。俺の頭くらいあるぞ。見えるか？この2匹、どっちがでかい？どう見ても俺の方がでかいな。もっと探せばまだいるはずだ。逃げるなよ。このカニめっちゃ凶暴だな。泥を頭にかけてやる。これで俺が見えなくなるだろう。よし、これで捕まえられる。ここが快適すぎるのかもしれないな。どれもこれもでかすぎる。おい人形、ここにもいるぞ。しかも赤いやつだ。でもちょっと小さいな。いやいや、十分でかいだろ。俺は貝を拾ったぞ。
そろそろ戻ろう。蚊に刺されすぎてやばい。行こう。ジンケイ、めっちゃいい匂いだな。朝からこんな大きなカニが食べられるなんて。最高の贅沢だよな。あ、そうだジンケイ。昨日の夜、イノシシの鳴き声聞こえたんだ。俺も聞いたよ。まずは真水をなんとかしてから、その後、イノシシを狙おう。いいねでも真水が見つからなかったらきっとあるはずだよ。ちゃんと探せば見つかるよ。明日は本気で探さないとな。うわ、大きな巻き貝だ。ここにも六角貝があるぞ。ほら、雲貝にそっくりだな。朝起きたら、ちょうど島が引き潮になってた。干潟が一気に姿を現したんだ。ダートーと一緒に潮干狩りして食材探しだ。よし、行こう。ここ、猿がめっちゃ多いな。俺たちをじっと見ながら泣いてる。何を言いたいのかさっぱりわからんけどな。あれはなんだ？でっかい巻き貝だ。背中に角具みたいなのがあるぞ。正面から見るとこんな感じ。この種類の貝は海外では初めて見たな。食べられるかわからないから、とりあえず逃がしておこう。お、ここにもいるぞ。こんなのやけに多いな。まあいい、戻るか。引き潮の時は雲貝が特に多いな。兄貴、俺の方にも2匹いるぞ。こうして潮干狩りしてると、いろんな海の生き物が見つかること。でも欠点は潮がすぐに満ちてくることだ。だから、ダートーと分かれて行動して、ちょっと深いところに来てみた。潮が上がる前に運試しだな。ここの海水はすごく澄んでて、下に何があるか、一目でよくわかるんだ。お、大きな巻き貝がいる。また同じやつだな。この穴にカニがいるぞ。引っ張り出してみよう。うわ、力が強い。出てきたぞ。七干しガニだったのか。うわ、でかいな。1キロ以上ありそうだ。甲羅が丸くて大きいな。カメラマン、撮っとけ。こっちにも七干しガニがいるぞ。おお、こいつかわいいな。ぼーっとして動かないや。サイズは小さいけど、これも捕まえよう。ここに六角貝があるぞ。ほら、雲貝にそっくりだな。でもこいつは足が6本だけだ。このタコだ。力がめちゃくちゃ強いな。穴に入ったら絶対出られなくなるぞ。入られる前に捕まえないと。よし、捕まえた。結構大きいな。今日はごちそう追加だな、こいつで。すごい勢いで墨吐いてる。あ、ここにも六角貝がある。こっちは大量だな。ダートーの方はどうだろうな。あ、逃げそうだ。力がすごいな、ほんと。うわ、またいっぱい墨吐かれた。このやつ、悪いな。僕だらけだよ。よし、それなら遠慮なくいただくぞ。お、カニだ。色がすごく鮮やかだな。これは食べられなさそうだ。模様までついてるカニだよ。ほら。これはやめとこう。また、六角貝だ。しかもこっちにもでかいのが。またタコだ。吸い付くて離れないぞ。少し小さいけど、十分だな。雲貝、本当に多すぎるな。こういう小さいのは置いておこう。大きいのだけ持って帰る。でっかい巻き貝も多いな。今日の潮干狩りの成果、本当に最高だな。貝もカニもタコも大収穫。神経、早く料理しようよ。たこ焼いて食べたいな。ちょっと待て、焦げるなよ。今はもっと大事なことがある。この島ではまだ淡水を見つけてないんだ。だから喉が渇いたら、ヤシの実を割って飲むしかない。でも島のヤシの実は少ない。このままだといずれ尽きてしまう。だから俺は作ることにした海水を蒸留する装置だ。この蒸留機の仕組みはね、海水をここで沸かして蒸気にする。その蒸気が、この缶を通ってヤシの実に入るんだ。冷えて落ちてくるのが麻酔なんだよ。昨日作った警報装置、夜のうちに何かに壊されたんだ。やっぱり島には野生の獣がいるのかもな。だから用心して。ダートーがヤシの汁を使って屋根を補強したんだ。毎日時間が限られてるから少しずつしか直せない。
俺の方は上流で真水を少し確保できた。悪くないな。真水の味だ。これからは上流水とヤシの水で真水の問題は一応解決だな。ちょっと大変だけど、よし、これを沸かし続けて飯作ろう。このタコ、本当にいい匂いやな。ここまで見て、楽しんでるだけだろって思う人もいるだろうな。でもそんな簡単じゃないんだ。きつい部分を見せてないだけさ。そうそう。今日は潮干狩りで暑すぎて倒れそうだったし。しかも夜になると、蚊や小さい虫がめっちゃ多い。まともに寝られないんだ。じゃあなぜ見せないのかって？みんなには俺たちの挑戦を楽しく見てもらいたいからさ。さあさあ、そんな話より、貝でも食べよう。ちょっと今後の計画を話すとね、今のところ、この島では潮干狩りや潜って海鮮を手に入れてるけど、ずっと海鮮だけじゃ体が持たない。だから次はやっぱり、食材の種類を増やさないとな。その通りだな。そういえば兄貴、このイノシシ島で何日挑戦するつもり？だいたい20日くらいの予定だ。その頃にはここで、やるべきことはだいたい終わってるはず。おい見てるだけか。こっち来て一緒に食べろよ。島の夜は本当にうるさいんだ。後ろからよくイノシシの鳴き声がするし、それに何か知らないけど、木の上をガサガサ動き回ってるんだよ。うるさくて全然眠れない。また眠れない夜になりそうだ。ダートおい、もう寝たのか？でっかいロブスターだ。これで今夜のご飯と明日の朝ご飯も確保だ。この島に来て、一番豪華な食事かもな。今日はなんだかみんな調子が出ないな。全然力が入らない感じだ。俺も同じだ。ここでよく眠れなかったせいかもしれない。しかも食事が単調なのも原因だな。今日は何とかして改善しないと。インドネシアではね、イノシシは保護対象じゃないんだ。だから思いついたのは、この島でできるかどうか試してみて。イノシシを取って食卓を豊かにして、そうなればいいな。そう言ったら元気が出てきた。よし、やるぞ。イノシシ肉を食べたいなら自分たちで作らないと。かなり頑丈なイノシシの罠を島で枯れ木とロープを集めて長方形のイノシシ罠を作る計画だ。この作業は体力と人手をかなり使う。とにかく頑丈にしなきゃいけない。丸一丁かけての努力の末、この罠は基本形ができた。あとは持ってきたゴムをかけて起動装置を作ればいい。餌にはココナッツと水を選んだ。イノシシが水を飲みに入ってきたら戻れない仕掛けだ。試してみた結果、この手作りにかなり満足した。この罠の出来はなかなか良さそうだ。実際の成果がどうなるかは、これからゆっくり待つ必要がある。もう時間も遅くなってきた。食べ物を探しに行かないと。持ってきたゴムを使って、拾ってきた針金も使って、射出式の魚股を作った。だから一緒に海に入って魚をついてみよう。お前は岸で待機しててくれ。この島の周りは潜水できるエリアが、ものすごく広い。いろんな種類の魚が住んでる。今日は適当にポイントを決めて、大物がいないか探してみる。50メートルほど泳いでようやく着いた。その道中もワクワクするんだ。潜水エリアには本当に生き物が豊富だから、また巨大な宝貝を見つけたよ。群れになって海底で暮らしている。泳ぎながらターゲットの魚を探し始めた。その時、ある問題に気づいた。昼間の魚はすごく警戒心が強い。だからなかなかチャンスがない。何度も狙ったけど失敗して、ちょっと心折れそうになった。でも魚を探す途中で別の食材を見つけたんだ。のんびりしたゾウリエビが目の前に。すぐに捕まえた。その後すぐにクモ貝も発見。さらに岩に張り付いた大きな巻き貝も。うわ、大きな巻き貝だ。これもいただこう。だいぶ潜ったけど、魚はゼロ。でも大きな巻き貝を、クモ貝を一つ、そしてゾウリエビを捕まえた。まあ、こ
これで一応いいか。もう少し潜って探そう。行こう。また潜って食料探しを続ける。すごく体力を消耗する作業だ。体力が尽きる前に食料を確保しなきゃ。でも努力は無駄じゃなかった。岩陰の小さな穴で、なんとロブスターの群れを発見。入り口はすごく隠れていて、よく見ないとわからない。俺に気づいた彼らは一気に警戒し始めた。ここで一気に仕掛けないと。よし、取れた。大小2匹ゲット。2匹のロブスターを捕まえても休まずに、さらに深い場所へ探しに行った。やっぱり努力は裏切らない。また見つけたんだ。岩穴の奥に大きなロブスターがいる。力も競争だ。必死で格闘して海水も飲んだけど、なんとか抑え込んだ。よっしゃ。でかいロブスター。これは1キロはあるぞ。本当にでかい。その間に他のロブスターは逃げちゃった。1匹は穴に潜り込んでしまったけど、力ずくで引きずり出した。また1匹、さらにもう1匹。その後も逃げたロブスターを追って探したけど、結局もう1匹しか見つけられなかった。今日は本当にラッキーだ。ロブスター5匹も収穫できた。捕まえるときにかなり体力を使ったけど、これだけあれば十分だ。今夜は3人分しっかり食べられる。でもな、俺はもう少し頑張るよ。朝になるといつも腹ペコだからな。明日の分も準備しておこう。大きいの2匹、小さいの3匹。よし、俺も岸でぼーっとしてないで。火を起こして炭を作ろう。少し休んでから再出発だ。今度は巨大なホタテが住むエリアにやってきた。彼らは隠れるのが上手くて慎重に探さないといけない。でも見つければかなりの大きさで、頭より大きいものもある。2時間探し続けて収穫もだんだん増えてきた。ホタテ以外にもクモ貝をいくつか。でも体力はもう限界だ。そろそろ岸に戻って焼いて食べよう。これで今日の晩飯と明日の朝飯は確保できたな。まず全部焼いておこう。そうすれば長く保存できるからな。これがイノシシ島に来てから一番豪華な食事だな。この3匹のロブスターは袋に入れて明日の朝ご飯にしよう。さあ、いただきます。いただきます。これ1匹食べたらお腹いっぱいだな。うん。この塩気があってめっちゃ甘くて美味しい。うわ、ほんと美味しい。しかもお腹にたまる。ロブスターって魚よりいいな。毎日食べられたら最高なんだけどな。これは運次第だよ。いつでもあるわけじゃないから、明日潜っても1匹も見つからないかもしれないし、ほんと不思議だよな。泳ぎ覚えたいな。じゃあ、このゾウリエビも食べてみようん。う。これも味がさらに甘くて美味しい気がする。よしよし。この貝はお前にやるよ。それとこのロブスターの頭も。うまい。毎日腹いっぱい食べた後は、ここに座って夕日を見るのが好きなんだ。それからいろいろ考える。明日は何をしようかなって。せっかくだし、毎日を充実させたいよな。明日の朝一番で、まずはイノシシの罠を確認して、それから魚を食べる方法を考えよう。このクソサル。
俺の袋を盗むな。ロブスター入れた袋が猿に盗まれた。ほんと腹立つ猿だな。全部食いやがった。昨日苦労して捕まえたロブスターなのに。いいさ、食えよ。俺らの朝飯まで盗むのかよ。イノシシの罠も動いてたぞ。中のココナッツ、綺麗に食べられてた。多分あの猿の群れの仕業だな。つるで補強しておこう。餌はまたココナッツにする。イノシシが入ったら、ココナッツ水も飲めるし。ロブスターはもう戻らない。マジで煮て食ってやりたい気分だ。まあまあ持ちつけって、俺はまだイノシシ罠に期待してる。かなり可能性あると思うんだ。もしイノシシ捕まえられたら、数日は腹いっぱい食えるぞ。先に解決しよう。イノシシ島にもう何日もいるから、そろそろサバイバル道具を作らないと、そうすれば食べ物の心配も減る。陸作りはもう慣れたもんさ。ちゃんと作れば、海の甲が簡単に手に入るんだ。そんなに時間かからず完成したぞ。次は餌探しだ。小魚がたくさんいるんだ。そいつらを少し捕まえて、その肉を餌にするつもりだ。このビクで美味しい魚が取れるかどうかは、運次第だな。今日それだけじゃ足りないんだよね。他にも何かやらないとな。もういい匂いしてきたぞ。ちょっと貝を食べて力をつけよう。そうじゃないと作業する体力が持たない。よし、決めたぞ。俺はまた森を持って海へくぐる。ダートーは岸で貝の実を餌に釣りだな。魚の生けすも準備してあるし。少し休んでから出発しよう。俺はまた森を持って海に挑戦する。今日は絶対魚を突きたい。でも魚を見つけた瞬間に自信がなくなった。昼間の魚はあまりにも素早い。まるで相手にされてない感じだ。潜ってつくのは体力をめっちゃ消耗する。何度も失敗して、すごく疲れてしまった。一匹もつけない。魚が早すぎるんだ。もう無理につこうとしないで。やっぱり洞窟の中で食料を見つけた。大きなタコの足が見えたんだ。引っ張ってみたけど、全然出てこない。その時の俺は、もう食料が欲しくてたまらなかった。だからこのチャンスを逃せない。森でもついてみた。20分以上の格闘の末に、やっとそのタコを仕留めた。最後は力を振り絞って、炭を吐いた後動かなくなった。ふう。めちゃくちゃ疲れた。その後、別の岩穴でも、またタコを見つけた。逃げ込まれないように、すぐ森を放ったけど、刺さったのは足だけだった。頭を引っ張ろうとしたけど、楽勝だと思ったのに、いきなり炭を吐かれて。でも最後はカメラマンの助けで、なんとか見つけ出して。その後、巨大なカニも発見。可愛くてドジそうに見えるけど、実は力がすごく強い。本当に注意が必要だ。カニやタコ以外にも、いろんな種類の巻き貝がいる。よく見るのはクモ貝だけど、サザエもたくさんいるんだ。これらはタンパク質が豊富だから。今日も魚つきは失敗かと思ったら、岸に戻ろうとした時、大きなアイゴを見つけたんだ。俺に気づいてすぐ穴に逃げ込んだけど、とにかく食べたくて仕方なかったから。全身トゲだらけだけど、身はすごく美味しいんだ。俺が潜ってる間にダートをも収穫してた。岸で小魚を釣ってたんだ。見て、この頭結構大きいね。何キロもありそうだ。この魚はスープにしよう。他の葉焼き魚だ。魚がは干してから食べよう。タコは串に刺して焼香。大きいタコを焼くとすごくいい匂いがな。うん。この魚もめっちゃいい香り。今日はこれ全部食べちゃおう。じゃないと猿に盗まれるから。そうだな。中に何かいるみたいだ。うわ、猿じゃん。見て、まだ中でヤドカリ食べてるよ。ちっちゃいな。ああ、イノシシかと思ったのに。俺もぬか喜びした。インドネシアでは猿は保護されてないんだ。しかも地元の人は猿をよく食べるらしい。でも俺たちはサバイバル挑戦に来ただけだ。わざわざ猿を捕まえる必要はない。だからこの猿は逃がしてやろう。ダートを解放してやれ。よし、じゃあ猿兄貴。いってらっしゃい。このイノシシ罠じゃ、イノシシ無理かもな。諦めて別の方法を考えよう。行こう。この数日、俺たちはずっとイノシシ肉を食べる方法を考えてた。インドネシアではイノシシは保護されてないし、地元の人は習慣で豚肉を食べない。だから、この島にはイノシシがたくさんいるんだ。もしここでイノシシ肉が食べられれば、生活の質がかなり上がるはず。イノシシを捕まえるために、ここは砂地だから、掘るのはそこまで大変じゃなかった。でもすごい時間と体力を使ったよ。この穴掘り、ほんと体力勝負だった。もうヘトヘトだよ。とにかく完成はしたけど、
どのイノシシが落ちてくれるかわからないな。この砂の山は俺たちの目印だ。見分けやすいようにしてる。でもイノシシにはわかるわけがないよな。もう腹ペコでクタクタだ。よし、飯探しに行こう。この島にはマングローブ林がいくつもあるんだ。見て、すごく荒れてるだろ。でも実はここには食べ物がたくさんあるんだ。本当にどこでも見つかる。拾おうと思えば一日中拾えるくらい。どれも実がたっぷり入ってて、ぷっくりしてる。ダートを、こっちで貝を拾えよ。ついでに他の食べ物も探してな。今ちょうど引き潮だし、2手に分かれて動こう。ほんと貝が多すぎるな。前にあっちのマングローブで巨大なカニを何匹も見つけたんだ。こっちにもいるかな。ちょうど島では珍しく大きな引き潮が来た。島の東側は干潟が広く出てた。だから行ってみることにした。食べ物が見つかるかもしれない。ここにすごく綺麗な白ひげウニが2つ。ちゃんと動いてるな。普通なら食べられるものだけど、俺たちはまだ試したことない。だから食べないで戻してあげよう。ここ、人手もめっちゃ多いな。あいつ、フグ拾ったぞ。見て、この口元を。膨らんだらどれだけ大きくなるんだろうな。口の中にでっかい寄生虫がいるぞ。でも助けてやれない。噛まれるのが怖いから行こうぜ。お、ここにトゲの塊がある。触ったらすぐ膨らんだ。まるでボールみたいだな。見た目、かわいい。でも今日は運がいいお前。昨日お前の兄貴を食べたから、今日はお前を食べないよ。行けよ。今日の引き潮、ちょっと変だな。クモガイ以外は食べられないものばかりだ。今日はくぐるしかない。今回の潜り、バカみたいに森は持っていかなかったんだ。だって素手で探しても結構取れるから。海に入る旅、ここにある不思議な海底世界に惹かれるんだ。どの章の上にもいろんな海の生き物が潜んでいるかもしれない。形も本当に様々だ。中には見たことがないものもいるんだ。どういうわけかね。森を持たずに潜ったのに、群れの魚が見えたりして、さらには海底でじっとしている大きな魚まで見つけたんだ。森を持っていればよかったのに思ったよ。ここは潮の流れがすごく速いんだ。もう時間も遅いし、捜索をもっと急がないといけない。長い時間探した後、ついに獲物を見つけた。潮だまりの穴に大きなロブスターが隠れてたんだ。逃げられないように、すぐに手を伸ばしてヒゲを掴んだ。ところが力が強くて、一気に振りほどかれたんだよ。俺はまた仕掛け始めた。今度は片手で頭を掴んだんだ。思いっきり引っ張り出した。もう片方の手で尻尾も掴んで。やった。でもちょうどその時、島の天気が急に変わった。ついに捕まえたぞ。でっかい。もう波立ってきたから帰ろう。潮が上がるとすぐ波が立つんだ。見て、この流れめちゃくちゃ速い。海の中に2から3時まで間もいたのに、ロブスター1匹だけ。まあ、それでも悪くないか。今日はちょっと収穫が少ないな。マングローブでこの貝しかなかったのか。さっきあまりに暑くて横になってたんだ。まあいい。とりあえず証拠。この貝は、ロブスターと一緒に海水で茹でて、さらに炭火で焼いてみた。よし、分けよう。みんなで半分こだ。貝を食べよう。この頭はカメラマンにやって、俺たちは身を食べよう。焦げた貝の肉って、すごく香ばしいな。でもちょっと肉が少ない。貝は大きいのに、中身はこれだけか。ロブスターはあるけど、まだ足りない気がする。今日は3人とも、体力かなり使ったからな。貝とロブスターだけじゃ、ちょっと物足りない。少しな。大丈夫。俺は貝で十分だよ。腹持ちいいタイプだから。そうか、じゃあ。早く一緒に食べよう。じゃないと頭だけ残っちゃう。この島の天気、本当に変わりやすいな。曇ったり晴れたり、波が強くなったり弱くなったり。さっきあんなに荒れてたのに、今は静かだ。もう体がめっちゃ疲れてきた。ちょっと休もう。夜になったら腹減った。みんなに、海に行けって言われて、懐中電灯と、魚槍を持って、海に入って魚をついた。やっぱ夜の魚はめっちゃつきやすい。特にこいつなんか、全然動かないんだ。今夜の11時くらいかな。ちょうど夜食の時間だ。無人島生活は、自分でやらなきゃ、食うにも困る。
自分で焼いた魚、香ばしい。たくさん食べて腹いっぱい寝よう。ここ数日、僕たちは潜って、いろんな海の甲を手に入れてきた。でも淡水の問題は、まだに解決していない。山に行って探そうとしたら、ライト影に邪魔された。ココナッツを飲みすぎて、お腹を壊してしまった。ちょっとお腹が変だな。ココナッツを飲みすぎたんだよ。だから今日は危険を冒してでも山に入って、水を探すつもりだ。お、中にイノシシがいるぞ。本当に中に見えた？見ろよ。結構でかい頭してるな。こっちを見たみたいだ。あっちにはトカゲもいるぞ。めっちゃ速く走って逃げた。イノシシって本当に警戒心が強いな。少しでも音がするとすぐ逃げちゃう。島の中をだいぶ回っても、水の気配は全然なかった。仕方なく高いところに登って探してみた。でも見えるのはどこまでも広がる海だけ。乾いた荒れた島が広がっていた。毎回水を探すときは大きな期待を持って入ってくるけど、それで裏切られると落胆も大きい。もしかしたら、この島には淡水がないのかも。俺たちにはわからないけど。兄貴は何か見つけた？何もなかったよ。お前、下痢してるのに、なんでまだココナッツ飲むんだよ。だって他に飲むもんないだろ？まあ、そうだな。食べ物探そう。この島で生き延びるためには、食べるものの種類を増やさないとな。だからここ数日、ずっと研究してたんだ。くぐるたびに、シャコの巣を見つけるんだ。だから、ダートーと一緒に持ってきたゴムと、木の棒を使って、釣り針を使って簡単な仕掛けを作った。シャコが餌を食べに来たら、そのまま引っかかって動けなくなる仕組みだ。時間がなくて、今のところ、2つしか作れてない。もしうまくいけば、量産できそうだ。とりあえず効果を試してみよう。穴を探した。すぐに1つ見つかった。そこに仕掛けを設置した。安定させるために、両脇に石を置いた。こうして最初の車庫用トラップが完成。その後もう一つ穴を見つけて二つ目を仕掛けた。ここにはでかい車庫がたくさんいるって。大きいのだと40センチ以上になるらしい。それ以上のもいるって。車庫用の仕掛けは全部設置完了。少ししたら様子を見に行こう。今は待つしかないな。車庫が動くのを待とう。今ちょうど潮が引いてるし、こっちで潮干狩りしよう。俺は島の裏側に潜りに行ってみる。お前は少し休んでから行けよ。この辺りで一番よく見かけるのは天狗西だな。ほら、ここにもいるぞ。よし、捕まえた。うわ、ここに2つもある。ほら、この貝殻の口、めっちゃ綺麗だな。ダートが潮干狩りしてる間に、俺も島の裏側で探索を始めた。ここはまるで新しい世界みたいだ。海底で使えそうなものを探してみた。食べられるものがあればいいが、一番多いのはサンゴにくっついてる。ここでの探索は空振りかもしれないし、大きな収穫があるかもしれない。とにかく根気よく探し続けた。また動かない魚を見つけた。捕まえようとしたけど、逃げ足が速かった。海の底には危険な生き物も多い。このナマコなんか、見た目は綺麗だけど、食べると危ないんだ。長いこと探したけど、見つかったのは、小さな柿みたいなのだけ。食べられるものは他に見つからなかった。小さい貝しかなかったな。他には何もなし。でも諦めない。もっと奥に進んでみよう。時々雲貝を見つけたり、ちょっと大きめの柿を見つけたり、見つけるたびに一気に力を入れて取った。さらに先へ進んだら、もっと大きな柿を発見。でも引き抜くのはめちゃ大変だった。大きいのはだいたい深いところにあって、根っこみたいに岩に食い込んでるから、引っ張るのが本当に難しい。それでもなんとか成功した。もう戻ろうかと思った時に、さらに大きいのを2つ見つけた。諦めなくてよかった。これはさっき潜って取ったやつ。大小様々な柿がある。それに巻き貝も。これはダートーが潮干狩りで取ったやつ。結構な量になったな。今日は貝がたくさん食べられるぞ。ダートー、こっちの貝の実も全部出してくれ。後で焼いて食べよう。よし。じゃあ俺は車庫用の仕掛けを見に行くよ。こっちで車庫の仕掛けを確認してみた。成果はどうだ？だいぶ探したけど、一つしか見つからなかった。でも運よく車庫が1匹かかってた。ただ、そんなに大きくはなかったな。意外とこの仕掛け効くな。1匹ゲットだ。ゴムの力が強すぎたな。見てみろ。首がちぎれてる。おかしいな。もう一つが全然見つからない。かなり探したんだけど。
多分車庫に引きずられたんだろう。今日は車庫1匹だけ。しかも仕掛けが1つなくなった。ちょっと欠点があるな。後で改良しないと。今日の夕飯はこれだ。焼きサザエ、串とシャコ。前に比べると、量は少ないけど、でも今はすごく嬉しい。空を見てみろよ。今は、雨が降りそうだ。これは神様が助けてくれてる。容器を全部ここに置いて、雨水をためよう。兄貴、シャコとサザエ串焼けたよ。よし、いただきます。この串めっちゃいい匂い。このサザエの実、量は少なそうに見えるけど、かなり腹にたまる。タンパク質たっぷりだな。身がしっかりしてて、噛み応えがある。ほら、ダート、半分こだよ。うわ、このシャコめっちゃうまい。ただ、この仕掛け、ちょっと欠点があるな。明日しっかり直さないと。雨が降ってきた。最高だ。気持ちいい。そうだ、ダート。今日山で何を見たと思う？野生のイノシシが何頭もいたんだ。食べたいな。この天気どうなってるんだ？急に雨が止んだ。しかもまた太陽が出てきた。兄貴、挑戦ってこういうもんだよ。全部思い通りにいくわけない。気持ちを切り替えないと。あ、そうだ兄貴。どうした？なんとかヒゲを剃れないかな。島に来てからどんどん伸びちゃって。うわ、大きなラズベリーだ。見て、めっちゃ大きいよ。また穴掘りだ。イノシシの肉を食べるために、本当に手間がかかるな。深さはこれくらいで十分だろ。これ以上はもう掘れないな。硬すぎる。イノシシが落ちやすいように、二つ目の穴も掘ったんだ。こっちの方が少し深い。丸一日かかったよ。もちろん二つだけじゃない。前に掘ったのもある。全部で三つになった。これで成功率も3倍だな。じゃあ全部カモフラージュして、ここにココナッツを置いて餌にする。この辺りはイノシシがよく動き回ってる。匂いを嗅ぎつけてきたら簡単に落ちるはず。ココナッツを全部置いて、陣形。あ、見てみろよ。大丈夫、邪魔しなくていい。ゆっくり浸させればいい。あとは時間に任せよう。次のステップに進むぞ。行くぞ。ダート。前のシャコ取り装置には欠点があった。だから改良してみたんだ。トリガー部分を変えて輪っかも大きくした。改良のメリットは水中で勝手に作動しにくいこと。しかも餌も外れにくい。ここに餌をつけて、シャコが食べに来ればすぐ捕まるはずだ。よし、もう一回テストしよう。陣形、これ1杯どうぞ。俺は水中に仕掛けてくる。お前はココナッツ取ってきて。もう残り少ない。よし、俺は潜ってシャコの巣を探す。あの巨大なシャコたちだ。奴らの巣はうまく隠されていることが多い。根気よく探さないと。でも最後は俺の目から逃げられない。この小さな穴を広げれば、中波大きなシャコの巣だ。ここにシャコ用の仕掛けを入れればいい。上から石で塞いでおこう。魚に餌を盗まれないように。この海域には、大小様々な巣がある。それぞれの巣にシャコが潜んでる。仕掛けに問題さえなければ、大抵捕まえられる。すぐに3つの仕掛けを設置できた。ダートーもココナッツをたくさん取ってきた。持って帰ってきてくれて助かった。ああ、この暑さだ。ココナッツで水分補給しないと。でもまだ休んでいられない。晩ご飯がまだ確保できてないんだ。この前作った石の釣り仕掛けは結構うまくいった。大きな旗を釣れたんだ。でもちょっと欠点もあった。毎回手で操作が必要で、深いところまでは無理だ。大物が釣れる確率も低かった。だから今日はそれを補うために、長い釣り糸で大物狙いを試す。やってみよう。ジン兄は釣り。じゃあ俺は、お前は焚き木を集めてこい。浜辺の乾いた枝は、ほとんど使い切ったからな。よし。じゃあ俺はここで釣るぞ。前に2歩進めば崖になってる。簡単に深いところまで仕掛けを投げられるんだ。行くぞ。よし、そこに着いた。ゆっくり巻き戻してみよう。あれ、全然食いつかないな。なんか匂いを感じるけど。あ、動いた。
全然引き上げられない。岩に引っかかったか。ちょっと様子を見てみよう。よし、潜って確認してみる。やっぱり魚が食いついて、すぐに岩穴に逃げ込んだんだ。力いっぱい引っ張ってやっと出した。釣れたのは、ブルースポット、旗だ。大きさはおよそ 1.5 キロ。レッドスポット、旗だったか。餌食ったら、あとは動きに任せよう。本当に始まった。赤くなった。よし、引き上げて続けよう。俺はまた仕掛けを投げて待つことにした。糸の長さはだいたい20メートルくらい。いつも崖の端から投げて、ゆっくり巻き戻す。それを繰り返す。もう1時間以上経ったけど、全く反応がない。それでも挑戦を続ける。腹を満たすには我慢が必要なんだ。仕掛けに巨大な何かが食いついた。力がめちゃくちゃ強い。両手で引っ張っても動かない。逆に水に引きずり込まれる。このままじゃ穴にくぐられる。そうなると引けなくなる。だから潜って場所を突き止めた。少し泳いでようやく動きを止めた。でも深いところにいて何の魚か全然見えない。唯一わかるのは体がめちゃ大きいってこと。十分近く格闘してようやく引き上げた。なんと大きな旗だった。うわ、見ろよ。すごい大きさだ。多分6から7までキロはあるな。本当にそのくらいある。この分厚い唇。水中でなんでそんな力あるんだよ。この種類の旗はここでもなかなか釣れない。ここまで大きく育つのは貴重だ。数も少ないしな。だから逃がしてやる。よし、バイバイだ。話した瞬間、一気に姿を消した。さあ、また釣り続けよう。おっと、またウグイが食いついた。油断するとすぐに餌食って穴にくぐるんだ。だから潜って対応するしかない。やっぱりまた石村だった。かなり苦労してやっと穴から引きずり出した。これは黒点旗だな。赤旗と同じ種類だな。ただ斑点の色が違うだけだ。またブルースポット旗だ。こっちはちょっと小さいな。でも悪くない。1キロちょっとはあるだろう。こいつは餌が好きで食ったらすぐ穴にくぐるんだ。おかしいな。ずっと仕掛け投げてるのに食いつかない。餌が小魚に食われちゃったか。釣れなくなった。天気も悪くないのにな。どうしたんだ？丸々午後いっぱいやって、釣れたのは2匹で、合わせて2キロくらいだな。とりあえず、ナイフで霜処理しよう。人形すげえ。こんなでかい魚。今日はもっと大きいのもいるかもな。さて、どう料理する？なんだ今の？早くこの魚を片付けちゃおうぜ。いやー、みんな聞いてくれよ。ダートのやつ、絶対サボってる。拾ってきた焚き火がこれだけ。まずは魚を片付けてからにしよう。それが終わったら俺とカメラマンで1匹ずつだ。あいつの分はなし。今日の夕飯はちょっと遅くなった。でも料理の出来はなかなかいいぞ。さあ、いただこう。今日拾った焚き火。これだけってサボっただろ？違うよ。俺は山に淡水を探しに行ってたんだ。そうか。じゃあこの1切れはカメラマンに残しておけ。うん。この魚の身、めちゃくちゃ上品だな。赤いやつより全然うまいよ。山に淡水探しに行って何か見つけたか？山には猿がめっちゃ多かった。ヤギの鳴き声も聞こえた気がする。でも水見つけられなかった。本当にヤギか？かもしれないな。じゃあ明日山に入って探してみよう。実は今の暮らしはあまり楽じゃない。島では正直苦労してる。なぜなら毎日、ほぼ海の幸いしか食べてなくて、栄養が偏ってるんだ。でも俺たちはすごく楽しかった。毎日自分の手で食べ物を手に入れて。しかもこの期間は、まるで自分たちが島の主人になったみたいで、誰にも邪魔されずに暮らせた。本当に最高だった。たとえ現実に戻ったら何者でもなくても、気にしないさ。今が楽しいならそれでいい。お。ジン兄さん、見て、宝物を見つけたよ。窓を開けて、あそこ地面にいっぱい落ちてるよ。これは食べられるんだ。でも食べ過ぎちゃダメだよ。中が黒くなってるんだ。シロップみたいな感じだね。すごく甘いよ。羊用の仕掛け、もう準備できた？試してみてよ。合わせて前に引っ張って。うん、いい感じだ。
この山で羊の足跡を見つけたんだよ。俺が近づいたらすぐ逃げちゃった。すごく警戒心が強いな。でも周りには緑がいっぱいあるから、きっと羊が食べに来ると思うんだ。ジン兄さん、この島に羊なんているの？前に山を探検した時、小屋を見つけたでしょ？多分、昔ここで羊を飼ってた人がいたんだよ。逃げた羊が野生化したんじゃないか。ありえるな。とりあえず、この仕掛けをもう一回設置し直そう。そろそろ食料を探しに行こう。前は午後に引き潮だったけど、今は朝に引き潮になってる。見て、ここに何かいる。おお、怒ったフグだ。ちょっと触ったらパンパンに膨らんだよ。まるでボールみたいだ。口を見て。死が2列になってる。噛まれたら大変なことになるぞ。よし、勝手に怒ってろ。俺は行くよ。ここに鶏肉が2つあるぞ。お、引き潮になると、天狗貝がめっちゃ多い。たまに猫目貝も拾えるんだ。ようやくわかったぞ。引き潮で一番多いのはこの貝だ。他の葉なかなか捕まえられない。でもこの貝は実がたっぷりある。これは持って帰ろう。ここに猫目貝があるぞ。ここにももう一つ。こっちにもある。なんでこの辺りは猫目貝が豚みたいにいっぱいなんだ？ここにはホタテもある。今のところ見つかるのはほとんど貝ばっかりだな。見て、これはタマガイ。これはホタテ。これはヤドカリだ。やっぱりもっと深いところへ行ってみよう。今日は貝だけじゃ嫌だから。海の底で食べ物を探すことにした。海の水がすごく澄んでる。水中の様子が全部見えるんだ。今日は運がいいぞ。少し探したら岩の穴に獲物を見つけた。何匹もの伊勢海老が隠れてたんだ。でも結構深いところにいて、捕まえるのはちょっと大変そうだ。すぐに捕まえに行く。でないと危険を察して、穴から逃げちゃって捕まえられなくなる。最初の1匹は割と簡単に捕まえられた。でも2匹目はもっと奥の方にいたから、ヒゲを掴む方法はもう通用しなかった。肩まで腕を突っ込んで、体を直接掴んだんだ。その時もう逃げ道はなくて、観念するしかなかった。3匹目はさらに難しかった。危険を感じて、穴の一番奥まで逃げちゃった。そこは穴がすごく狭くて、手を入れても掴みにくい。しかもさらに2匹いた。その1匹は奥に潜りすぎて、全然出てこなかった。まあ、もう一度挑戦してみるか。大きく息を吸って再挑戦だ。水中では1分くらいしか持たないから、その間に捕まえて引きずり出さなきゃいけない。思い切って掴んで、ついに成功した。やった。ようやく引き上げたぞ。この1匹はちょっと大きいな。中には小さいのがもう1匹いる。それは放っておこう。こんなにいっぱい見つけたぞ。もうヘトヘトだ。さあ、戻ろう。今のところ、ロブスターが3匹、それに貝もいくつかある。収穫としては悪くないな。でも3人のお腹を満たすには、ちょっと足りない気がする。だから別の方法を考えないと。前に作った車庫の仕掛けには、そこの部分を縄で作っていたから強度が足りなかったんだ。動きがあった時に歪んでしまって。だから昨日は夜遅くまでかけて、浜辺で拾った太い釣り糸を使って、そこの部分を作り直した。さらに何セットか追加で作って、これで力が加わっても歪まなくなったはず。感度をテストしてみよう。おいだあと。お前、最近なんかだらけてないか？毎日俺の後ろをついてきてばっかりで、これじゃ成果が出ないぞ。よし、これからは別行動にしよう。俺は海を担当、お前は陸担当だ。他のことは一緒にやる。そうすれば生活も良くなるはずだ。でも言っとくぞ。陸で成果がなければ、お前は腹を空かせるだけだ。俺が探した食べ物はお前だけじゃなく、カメラマンにも分けてるんだ。よし、あとはお前に任せる。ちょうど今、潮が満ちてきた。俺は車庫の罠を仕掛けに行くぞ。今日は絶対に成果を出してみせる。よし、前のマングローブを探索だ。さあ、車庫の罠を仕掛けるぞ。この辺りには車庫の巣穴が多い。でもほとんど隠れていて、経験があるから、すぐにいくつも見つけられた。改良した車庫取り装置を仕掛けてみた。車庫は肉食だから、餌は腐った魚でもいいし、貝のみでも大丈夫。仕掛けた後はすぐ確認が必要だ。長時間動きがなければ、他の穴に変えて再挑戦する。この収穫は結構早くて、すぐに1匹の車庫がかかった。力を込めて穴から引き抜いた。おう、結構大きいぞ。この車庫は大物だ。見たか？卵もあるぞ。すごい。こんな感じで、改良した装置でしっかり成果が出た。さらにもう1匹かかった。また1匹だ。これは少し小さいな。普通1つの車庫穴には2匹いて、オスとメスがいるんだ。
だから1匹釣れても、まだ罠を仕掛け続けられるというわけだ。俺がシャコを取っている間にダートーの方も成果があった。うわははは、でかい。かなり大きいぞ。これはハサミが片方ないカニだ。この爪、多分前から折れてるな。きっと昔喧嘩で折れたんだろう。でも力はまだすごい。この爪だけで1キロ以上ありそうだ。もう少し奥まで行って探してみよう。今日のシャコ罠は大成功だったな。4匹も捕まえた。ほら、この卵の量すごいだろ。ダートーのやつ、どこ行ったんだ？探してやっとこの1匹だけか。でもこの大きさなら十分だ。いいぞ、ダートー。こんな大きなカニを。これで3人とも腹いっぱい食えるな。これからも頑張るぞ。よし、昇降。これはたまらないな。やっと手に入れた。ごちそうを楽しもうとしたとき、突然大雨が降ってきた。長い日照りの島にようやく恵みの雨が降った。急いで水が溜められる容器を砂浜に並べた。そして思い切り真水に濡れる感覚を楽しんだ。いやー、この雨は本当に気持ちいい。ほら、新鮮な雨水だぞ。最近よく、お前は生存じゃなくて楽しみに来てるだけだろ。なんて言われるけど、そんなわけない。実際は全然違う。俺たち3人は毎日体力をものすごく使ってる。だからたくさん食べないと働く力なんて出ないんだ。もし毎日小魚やちょっとした貝しか食べなかったら作業どころか起き上がる力もない。食わなきゃ腹が減って仕方ない。島に来てから食べ物に困らなくなった。見ろよ、全部肉だ。タンパク質たっぷりだ。おいダート、朝ごはんはまた買いかよ。まあ他になくても悪くはないな。でもその途中で小さなクラゲに刺されて、めちゃくちゃ痛かったんだよ。とにかく全部昇降。よし、焼き上げるぞ。タンパク質たっぷりだ。毎朝必ず何か食べて体力を補充しないと作業する気力が出ない。さあ急いで食べて、食べ終わったら山へ行こう。昨日仕掛けたヤギ用の罠を確認してみよう。あれ？作動してないな。多分ヤギがここを通らなかったんだろう。でも大丈夫、備えてある。確率を上げるために、昨日の夕方、別の2箇所にも罠を仕掛けておいたんだ。しかも、装置をさらに改良してある。お、作動した。近づいて確認してみよう。この縄の輪っかに羊の毛がついてる。こっちにもついてるぞ。見えるか？この仕掛けで羊が何をしたのか、よくわからないな。多分今朝のことだろう。羊は朝になると餌を探しに来るからな。あ、かかった。本当に、早く見に行こう。お、本当に1頭いる。しかも結構大きいぞ。おお。捕まえた。よしよし。暴れるなよ。見てみろ、この羊。島で痩せちゃってるな。うわ、ほんと痩せてる。そうだな。島で餌が足りなかったんだろう。でも見ろよ。痩せてても数十キロはある。羊肉は十分だ。さあ、ズルをほどいて、縛って一緒に運ぼう。よし、ダート、力を入れて。3時間作業した結果、羊の処理はほとんど終わった。内臓も無駄にしない。特にこの羊の胃袋は後で大きな役に立つ。
最終的に肉は20キロ以上になった。内臓も一部ある。そのうち大部分の肉は、吊るしておいて、燻製にする必要がある。これで島では食料に困らなくなったな。見てみろ。全部肉だ。タンパク質たっぷりだ。20キロ近くあるぞ。これは食べきれない分で燻製用。こっちは今日食べるわけ。羊の足1本。肩肉1つ。それと詰め物入りの胃袋。海鮮ばかり食べてきたから。今日はやっと違う味だ。さあ始めよう。まずはこの肉を燻製にする。濡れた葉をかぶせて、煙を出すんだ。周りはしっかり密閉しないと、煙が逃げてしまう。ダート、お前の作ったやつ、ダメだな。密閉が甘い。煙が全部逃げてる。木の板で塞げばいいだろ。これには長い時間がかかる。燻製は手間のかかる作業だ。これだけの肉だと、1日かかるかもしれない。煙が十分に出てるか確認する。燻製をしながら、俺たちは夕食の準備もした。昔から、詰め物肉は美味しいと聞いてた。それを調理するつもりだ。島では条件が限られてるから、こうするしかない。でもきっと美味しいはずだ。炭火焼き以外の味も楽しみたい。でもこの工程もかなり時間がかかる。待っている間に、羊の足とあばら肉を焼いてみよう。本当に美味しい。まさにあの言葉通り。外はカリッと中華ジューシー。今はもう言葉もいらない。ただ食べ続けたいだけだ。この羊肉ね。焼いたらすぐ縮んじゃう。ちょっと足りない感じだ。だから串焼きを追加したよ。今日は本当にごちそうだ。ここ数日は食べ物に困らなかったけど、島でただのんびりはできない。もっと良い暮らしの準備をしないと。例えば、小さな船を作って他の島を探検するとか、淡水を見つけたり、食べられる植物を探したりね。そうすれば、肉と野菜をバランスよく食べられるし。僕らは雑食だからね。肉だけじゃ体が持たないよ。うわ、砂がめちゃ熱い。掘り当てた。肉が全部しっかり火が通った、いい香りだ。うわ、すごく柔らかい。最高だな。うん。手づかみで食べちゃおうぜ。島に来てからこんなに経って、やっと贅沢を味わえたよ。みんな、ここに何が入ってると思う？今は羊肉のストックが少しあるけど、ずっと食べてるだけじゃダメだし。だからまた頑張って大きな魚の罠を作ったんだ。羊肉を餌にして、いい獲物がかかるか試してみる。ほぼ完成したよ。これは一方通行のビクで、魚が入ったら出るのが難しいんだ。何百メートルもの釣ると。5時間もかかったよ。まずは十分な餌を入れて、羊肉の匂いはかなり強いからね。ダート、これ肩に乗せてくれ。適した場所を探して、すぐに罠を仕掛けた。石でしっかり固定もして、ここは魚がよく集まる場所だ。匂いに誘われて入ったら、もう出られない。仕掛けてすぐに、周りに魚が寄ってきた。あちこち泳ぎ回ってる。あとは静かに待つだけだ。罠は仕掛け終わったから、今のうちに動こう。潜って朝ごはんを探そう。朝ごはんを食べて力をつけないと。そうじゃないと一日中バテるからね。大きく息を吸って石を抱えて海底へ沈んだ。食べられるものを探し始めた。この島は本当に伊勢海老が多い。くぐるたびに見かけるくらいだ。さらに深い場所へ進むと大きめの伊勢海老を見つけた。ちょうど穴から出てきて歩いてた。しばらく追いかけて止まった隙に一気に捕まえた。深い場所での探索は本当に体力を使うけどうまくいってよかった。この伊勢海老はかなり大きい。うわ、水が深すぎるな。浅瀬に戻ろう。体力も限界あるし、浅い場所で探すことにした。そしたらまた伊勢海老を発見。素早くヒゲを掴んだんだけど、力強く振りほどかれて逃げられた。
しばらく探して遠くの岩穴でまた見つけた。伊勢海老は体力が弱いから一度抑え込めばすぐにおとなしくなるんだ。その後見つけたのは岩陰に隠れてた渡りガニ。こいつ隠れるのが上手でなかなか捕まえられない。最後は穴に逃げ込んだけどハサミを掴んで引っ張り出した。不思議なことに持ち上げると急におとなしくなるんだ。もう暴れない。そろそろ帰ろうと思ったらなんと赤い大きなカニを発見。最初は死んでると思ったけど触った途端に急に暴れ出したんだ。海底では太ったカニほど動きが鈍い。カニ2匹と伊勢エビ2匹。もうヘトヘトになったよ。このカニでっかいな。半分ずつ食べよう。よし、いいね。これ朝ごはんに最高だな。おい兄貴、わざとだろ？毒のあるカニ食わせようとしてる？さあ、どうかな？潜った時にちゃんと見てなかったんだろ？捨てとけよ。このところ午後はいつも雨だ。だから雨水をたくさん溜めてある。淡水には困らない。食料もサボらなければ植えることはない。今一番欲しいのは肉と野菜のバランスだな。でもこの島は何度も探したけど食べられる植物が見つからない。だから小さな船を作って別の島を探しに行こうと思う。行くぞ、ダート。カメラマン、食べてから行こう。カニとエビの頭を残しておいたよ。島の最北端にやってきた。乾いた竹をいくつか探して、しっかりした遠くまで航海できる小舟を作るのは簡単じゃない。フレームをすごく頑丈にしないと波に耐えられないからだ。数時間作業してオールを1本作った。それと小舟の基本フレームも2時間かけてようやく小舟の形が出来上がった。どうだ？ダート、悪くないね。でも今は時間が足りない。船の船体とオールだけ作るのが精一杯。これからまだ色々改良しないといけない。快適さももっと上げたいし、推進力をつけるために帆も必要だ。多分もう一本マストをつけないとね。それは明日だな、人形。もう暗くなってきたし。じゃあ晩ご飯にしようか。一日中準備してたからな。俺はこっちで仕掛けの収穫を確認するよ。ダートはまたマングローブへ。何か見つかるかな？お、この水たまりに1匹隠れてるぞ。見ろよ。すごい威嚇してる。ずっと俺を睨んでる。うわ。見ろよ、このハサミ。挟まれたら危ないぞ。指なんて簡単に切られるな。もう少し探してみよう。このマングローブは蚊が多すぎる。まるで人を食うみたいだ。カニを探してなかったら、絶対ここには入りたくないよ。おい、ここに1匹いるぞ。網で囲んで捕まえよう。出てこないな。おお、このカニかなり大きいぞ。よし。このカニも大きいな。多分1キロ以上あるぞ。うわ、このハサミじゃ挟まれたら大変だ。とりあえずここに置こう。もう少し探してみよう。仕掛けの中を覗いた瞬間、思わず嬉しくなった。大小様々な魚が入り込んでたんだ。固定してた石を取り外して、引っ張るのはすごく大変だったけど、中身を見たら全部報われた。カニ2匹に魚4匹。ちょうど俺たち3人にぴったり。1人2つずつだな。うん。魚がすごく柔らかいや。本当だ。この香ばしさたまらないな。ここまで見て。きっとこう思う人もいるだろう。なんで毎回そんなに豪華に食べてるのかって。実際にはこの島の資源が豊富なんだ。特にね、ロブスターは買ってきたんじゃないの？でも本当にそんな必要ないんだよ。そうだ人形。今朝、レイシバガニを見つけたんだ。俺も知ってる。今夜山に行ってみよう。きっとたくさんいるかもしれない。このカニ、
すごく美味しいんだよ。前に海南にいた時によく食べてた。今日は本当にロブスター食べ放題だね。昨日一番仕掛けておいた大きなビク、なかなかの収穫だったよ。まずは取り出そう。さあ、中身をひっくり返してみよう。見て、こんなにたくさんの魚、種類もいろいろだ。さあ、早くさばいちゃおう。みんなにボートを見せるよ。全体のフレームをしっかり補強して、さらに日よけの屋根もつけたんだ。これで、ボートが随分丈夫になったよ。しかも海の上は日差しが強いから、中で日陰に座って休めるんだ。さらに安定性を高めるために、拾ってきた浮き玉もつけた。これで3から4まで人乗っても大丈夫。ここに石の錨もあるし、もう準備は全部整った。あとは風を待つだけだね。まずは魚を干して保存するつもりだ。ゆっくり食べられるようにね。こんなに魚を貯めておくのは、できるだけ毎日食べ物探しに時間を使いたくないからなんだ。他にもやりたいことがあるからね。まずはココナッツの果肉で体力を回復しよう。この数日ずっと肉ばっかり食べてたから、ちょっと違う味が恋しいね。食べ終わったら海に出ようか。朝ごはんを少し食べた後、小舟を押して出港開始。最近は波が高くて潮の流れも速い。だから、私たち全然進まなくて滑れなかったんだ。結局30分も飛び回ってたのに全く滑れなかった。しかも体力もめっちゃ消耗した。こんな大きな波には太刀打ちできない。だから一旦戻るしかなかった。うわ、波が強すぎて全然焦げないよ。このままだと火が暮れるな。他の島を探検どころじゃない。この島から出ることもできないよ。それに、うちの船さ、かなり大きな問題があるんだ。重すぎて、推進力が全然足りない。やっぱこの小舟、まだ改良しないとダメだな。今日の出港は失敗だ。でも、島の生活ってこういうもんだよ。何でもうまくいくわけじゃない。失敗を繰り返しながら、少しずつ経験を積むしかない。今日は船を改造する時間はないし、魚槍を持って潜りに行こう。今日は波が強いから、きっと海のコウもたくさんいるはず。ダート、岸から撮影頼むな。よし、魚槍持って潜水開始だ。今日は波が本当に高い。視界もかなり悪い。泳ぐのがめちゃくちゃ大変だ。今はとにかく食材を見つけて、早く焼いて食べたい。この穴、結構深い。それに別の穴にも繋がってて、中にはロブスターがいっぱいいた。でも今は手を出せない。中にウニがいて危ないんだ。刺されたら大変なことになる。一度戻って道具を作ってから来よう。ダート、何か見つけた？ロブスターがめっちゃいる。早く捕まえよう。いや、道具作らないと、このままだと逃げちゃうぞ。新しい仕掛けを作ったんだ。仕組みはすごくシンプル。ロブスターの尻尾を引っ掛けて引き締めるだけ。さあ、早く試してみたくてたまらなかった。でも現実はそんなに甘くなかった。ロブスターを穴から追い出そうとしたけど、尾を掴むのがめっちゃ難しい。そのうち1匹は深い穴の奥に逃げちゃった。それどころか、目の前で1匹逃げられた。やっぱりこういう仕掛けより素手で捕まえた方が早いな。それから穴の中のウニを追い出して、途中で刺されたけど、痛みを我慢して、手を穴に突っ込んで、ロブスターを捕まえた。障害を取り除いたら、やっぱり手の方がずっと早い。すぐに1匹目をゲット。続いて2匹目。そして3匹目。もちろん今回の潜水で見つけたのはロブスターだけじゃない。砂の中に隠れてて、目みたいに2つ突き出してる貝もいた。それから岩の下にいた七重カニシチセイガニも全部捕まえた。ロブスターとカニだけかと思ったら、なんと大きなエイを見つけたんだ。すぐに銛を構えて狙いを定めた。一発で命中。波が強くて泳ぐのが大変で、水中カメラのバッテリーも切れちゃった。だから映像が残せなかったんだ。エイをついた後の食材探しは記録できなかった。でもしっかり仕留めたよ。その頃、浜辺ではダートーが火を起こしてて、俺の帰りを心配しながら待ってたんだ。エイをついた直後にカメラの電源が落ちて、結局全部は撮れなかった。でも今日は大漁だったよ。なんとロブスターが7匹も。それにマットクラブが2匹。七ホシカニ、七星ガニが1匹。エイも1匹。それとヤドカリもいた。
今日はロブスター食べ放題だね。ほんとだ。ダートを、エイ葉干して保存しよう。他の葉焼いて食べよう。今日はロブスターを思う存分食べられるね。でもさ、そのわけ、代償も大きかったんだ。手がウニのトゲでめっちゃ痛い。ダートーのやつ、やるな。今日は家で何もしてないのに、ごちそうを食べられるなんて。人慶、俺も働いたよ。かまどの囲いを作ったんだ。それに大事なニュースがあるんだ。聞く？島のヤシの木。もう実がほとんど残ってないよ。それって結局、何もしてないのと同じだろ。みんな先に食べてて。よし、俺の番だな。この肉、めっちゃ弾力ある。手の痛みが一瞬で吹き飛んだよ。うわ、このカニすごく太ってる。ロブスターに負けないうまさだ。今ではこの島での食料がかなり安定してきた。次は別のことに力を入れようと思う。例えば、この小舟を修理して、もっと遠くまで探検に出ようと思うんだ。カメラマン、早く来て一緒に食べよう。羊の皮ももう乾いたし、今夜は羊皮を試してみよう。いい感じだ。お、見つけた。もう逃げられないだろう。最近は外目の波が大きくてさ、出港の予定を少し延期することになったんだ。昨日は海に出るのに失敗してね。ボートにたくさん問題があることに気づいたんだ。だから今朝早速改良してみたよ。前よりずっと軽くなって、動きやすくなったし、安定性もかなり上がった。でもまだこのボートでは遠くまで行けないな。帆をつける必要があるし、安全装置や日よけも必要だね。それらが全部整ったら、この船で遠くの海へ出よう。別の島も探検したいしね。よし、ダートを。食べ物探しに行こうか。俺は海の方を見てくる。今はちょうど大潮の引き時だ。このタイミングになるといつも潮干狩りに出て食材を探すんだ。でも今日はなんか変だな。魚がたくさん打ち上げられてる。よし、一気に押さえつけて。捕まえたぞ。赤い鯉じゃないか。また動かない魚を見つけたな。ワニみたいな見た目で素手じゃ危ないやつだ。森が必要だな。よし、突き刺さった。もう逃げられないぞ。よっしゃ。ついにこの魚をつけた。今まで何度も見かけたけど、一度もつけなかったんだ。今日はやっと仕留められたよ。この岩の下の穴にさ、大きなカニが1匹いたんだ。この辺りたくさんいるな。見て、このサイズすごくない？多分 500g 以上はあるぞ。最初からこんなにたくさん取れるなんて、ダートの方はどうなってるかな？じゃあ、この野生の竹の罠を見に行こう。ここも何日か来てないしね。やっぱり何も落ちてないな。他の2つも見に行こう。この穴も全然ダメだな。ちょっと意外だろ？みんな、実はわざとなんだ。ちょっと試してみたくて、この仕掛けが落ちても、ちゃんとかかるかどうかね。似た感じ、1発でかかったな。こっちも何か落ちたけど、中身は空っぽだな。もう何日も早起きしてるけど、イノシシだけはまだだ。そろそろ陣形に行っておかないとな。雨が降る前に1匹仕留める方法を考えよう。この2匹はでかいぞ。おお、当たった。これ、1から2までキロはあるな。刺さった瞬間、体の色が白く変わった。本当に1から2までキロあるぞ。この穴の中にも魚がいるな。でも刺すのは難しい。見えるか？頭を穴に突っ込んでるんだ。尻尾だけ出してる。このままだと引っ張れないな。頭をちょっと叩いて引きずり出そう。引っ張れた。やった。小さいけどな。また同じ穴に逃げたか。今度は逃がさないぞ。よし、捕まえた。見て。白い海蛇がいる。どこ行っちゃった？急に消えちゃった。こいつ、めったに見られないんだ。この辺り、カサガイがたくさんあるな。
でもこれは保護されてる種類だから、食べちゃダメだ。戻してあげよう。この石の下にまた、七星ガニがいる。見えるか？出てこい出てこい。ハサミの根元をつかめば、もう抵抗できなくなるんだ。お、この中にも魚がいるぞ。引っ張り出そう。あ、頭に触った。この穴の中に小さい旗がいる。両手で掴んで引き出せば、捕まえられる。思ったより大きいぞ。ああ、残念、逃げられた。今は潮が満ちてるから、一度穴から出たら、もう捕まえられないんだ。猫貝、玉貝、それに雲貝も集めておこう。今日は全体的にすごい収穫だ。魚も何匹かあるし、それにこんな大きなウツボも、さらにカニも数匹、貝もいっぱい。まずは魚の霜処理からだな。地面で直接焼くのはやっぱり衛生的に悪い。だから簡単なかまどを作ったんだ。こっちは煮物用、こっちは焼き物用だ。今日は海鮮がたくさんあるけど、全部焼くのはちょっともったいないな。たまには違う味にしてみようか。この浜辺には大きな貝殻がたくさんあるから、それを組み合わせればこうやって作れるんだ。簡易の蒸し器。ちょっと隙間が大きいけどな。島に上陸した時、チリソースを1瓶持ってきただろ。それを魚の表面に塗って味をつけよう。いい香りが一気に広がってきたな。うわぁ、めっちゃ食べたい。俺が浜辺で料理してる間に、ダートーはマングローブの中で貝を拾ってた。この釘みたいな形の貝が、そこら中にあるんだ。めちゃくちゃ繁殖してるんだよな。うわ、この木の下すごいな。見てみろよ。びっしりと貝がくっついてる。こんなに多いと食べきれないよ。でかいやつだけ選んで持って帰ろう。よし、もう十分だな。カゴ一杯だ。多分10キロ以上あるぞ。帰ろう。陣形、戻ったよ。ダート、こんなにたくさん貝を拾ったのか。見たらつい拾っちゃって。カニは？でも見ろよ。海鮮これだけある。そんなに取るなら、俺もっと控えればよかったな。大丈夫。夜食にすればいいさ。ダート、この無心魚、味見してみて。陣屋に豚肉焼いてるの？こっちの方がしょっぱくて柔らかいな。ちょっと辛いな。でも味があるとやっぱうまい。今この瞬間、本当に幸せだ。自分の手で作って食べる、自給自足の生活。まるで世間と離れた平和な時間だ。うわ、でもこの魚ちょっと辛いな。ダート、ココナッツ割ってくれない？この魚、見た目がアヒルにもワニにも似てるな。でも味は他の魚と全然違う。本当にびっくりする。ダート、この魚食べてみて。じゃあお前もこのカニ食べてみろ。うわ、うま。そういえば陣形、今日イノシシのまなみに行ったんだけど、何もかかってなかったよ。次は絶対イノシシ捕まえて食べようぜ。安心しろ。それは俺も忘れないさ。わあ、大きなロブスターだ。多分5から6までキロはあるね。すごい。みんな、おはよう。また猿に起こされたよ。この辺りの猿、どうしたんだろうね。俺たちに敵意があるみたい。ずっとこっちに向かって泣いてるし、まずは朝ごはんにしよう。今ちょうど引き潮みたいだ。行こう、ダート。潮干狩りに行くぞ。このうなぎ、石で気絶させたぞ。頭がかなり大きいね。朝からいい感じだ。潮干狩りでうなぎを捕まえたのは初めて。陣形、あそこにでっかいエイがいる。ほんとだ。魚もあるし、
えい危ないからやめとこう。刺されたら大変だしね。うわ、見てこれ。こんなところにウミガメが隠れてた。多分潮が引くのが早すぎて、戻る道がわからなくなったんだ。このままだと危ないね。助けてあげよう。もっと深いところに戻そう。頑張れ。ウミガメは世界的に保護されてるから、絶対に傷つけちゃダメだよ。さあ行け。こういう天狗貝を見つけるんだ。これ、面白い形してるんだよ。小さな目が2つあって。ひっくり返っても自分で戻れるし、歩くんだよ。お、六角貝もあった。今日の朝ごはんはこのうなぎにしよう。貝は後で使うから、今は焼かないで取っておこう。ダート、今日の波、だいぶ穏やかになってきたね。ボート作りのスピード上げないとな。朝ごはんの後で、ボート作業頼むぞ。もうすぐ島を出るんだろ。島を出る前に、ごちそうを作りたいんだ。うん。それいいね。さあ、一緒に食べよう。こういう貝に釣り針をつけて、海に沈めて魚を釣るんだ。今日は俺たちも試してみよう。さっきの貝が役に立つぞ。お前は早く船に乗れ。海底でいい場所を探した。ここで釣りをするんだ。魚がかからない心配なんて全然ない。適当に置くだけで、すぐに魚が匂いを嗅ぎつけて集まる。普段は穴に隠れている魚もいて、餌を見ると初めて出てくる。だから、今回の狙いは小魚じゃなくて、穴に隠れている大物だ。今日は海水が特別に冷たい。俺はもう震えるほど冷えていた。でも、海中での作業はまだ始まったばかりだ。仕掛けは全部設置完了した。あとは少し待つだけだ。仕掛けに魚がかかるのを待つ。そんなに時間はかからない。だから周りを探検してみることにした。何か見つかるかもしれない。穴の入り口を覗いていたら、なんと大物を発見。すぐに穴に潜って捕まえた。それは巨大なロブスターだった。両手で力いっぱい引っ張り出した。でも奴の力は強すぎて、ヒゲが折れて逃げられてしまった。俺は泳いで追いかけ、少しずつ近づいた。そして掴んだ。喜んだのもつかの間、奴は一気に力を振りほどいて逃げた。一度狙った獲物は諦められない。今日は絶対に捕まえるぞ。こいつは海底で十数分も俺を翻弄した。ついに体力が尽きたところで、もう一度捕まえた。この瞬間、もう逃がすわけにはいかない。うわぁ、でかいロブスターだ。多分2から3までキロはあるな。大きなロブスターを捕まえた後、運よく小さいロブスターも見つけた。さっきのより力は弱くて、すぐに簡単に捕まえられた。少しもしないうちにゲットだ。ロブスター1匹。小さいけどね。2匹捕まえたところで、貝の仕掛けからもいい知らせが来た。一つには大きな青ブダイがかかった。白黒の旗がかかったが、穴に潜り込んだ。それもなかなかの大きさ。およそ 500g くらい。もちろん全部の仕掛けが成功じゃない。一つは針も餌もなくなっていた。大物がかかったけど逃げられたみたいだ。最後の仕掛けを確認すると、また緑色の青ブダイがかかった。その時、もう海に入って2時間。体が限界に近かった。早く陸に上がりたくて仕方ない。でもこの青ブダイは本当に綺麗で、まるでオウムみたいだな。この水、本当に凍えそうに冷たいな。収穫もまずまずだし、そろそろ上がろうか。今日は本当にごちそうが食べられそうだ。魚が3匹にロブスター2匹だよ。以前はこういうロブスターでも大きいと思ってたけど、でもあれと比べると、お前と比べたらまるで子供みたいだな。インドネシアではね、このロブスターはパールロブスターって呼ばれてて、食べても大丈夫なんだよ。さあ、ダートーの様子を見に行こう。僕が水に入っている間にダートーも忙しかった。早く遠くへ出港できるように小さな船の改良をしていたんだ。船の上にね、日よけの屋根を作って方向を調整できるホモ時を取り付けてたんだ。これで帆を上げて出港できるはずだって。ついに屋根とホモ時が完成したんだ。これで動力と日よけは一応整ったよ。ただ、ちょっと心配で滑ったら落ちそうだよね。浮き輪をもっとつけてくれよって感じだな。お、うまくできてるな。でもまだ十分って感じじゃないな。後ろにもっと浮き玉つけてくれよ。よし。じゃあ収穫を見せてくれよ。何を取ったんだ？
こんな大きいロブスター初めて見たって？どれだけ大変だったかわかるか？お疲れ、人形。処理してご飯にしようぜ。ご飯だ、ご飯だ。ジン兄、このロブスターめちゃくちゃ身が詰まってるな。だってこんな大きいんだから当然だよ。味の違いがあるか比べてみようぜ。正直味は変わらない気がするな。今日のご飯は最高だな。魚のスープにエビ、サザエにカニ、そして焼き魚まですごく豪華だ。このココナッツ飲み終えたら別の島へ行かなきゃならないな。島のココナッツは全部取り尽くしたよ。わかったよ。外目の波は全然収まってないな。むしろどんどん強くなってるよ。本当に危険を冒すつもりか？試さなきゃわからないだろ。俺はもうこの島に飽きたんだ。新しい島を探検したくてたまらない。荷物をまとめてカヌーで挑戦してみよう。この島の周りにはいくつか小島がある。そこに淡水があれば生活はもっと楽になるはずだ。想像は楽しいけど現実は厳しい。道具が限られているから小舟の作りはひどくてほぼ役に立たない。少しも漕ぎ出せないうちに波に小舟が壊されてしまった。葉っぱの穂も流されてまさに踏んだり蹴ったりだ。その時壊れた小舟を見つめながら俺たちは考え込んだ。船もダメでココナッツまで流された。今日はどうする？とにかく1日を過ごそう。失敗はしたけど生活は続けなきゃならない。島を出る前にイノシシの肉を食べるために俺たちはジャングルにイノシシ用の罠を仕掛け始めた。でもあんまり効果がなかった。だから今回は違う方法を試すことにした。材料は特大サイズのツリーと餌にはココナッツを使った。ようやくできた。何時間もかかったよ。このジャングルに3つのイノシシ罠を仕掛けた。島を出る前にイノシ肉を食べたいんだ。奴が食紅に来ればすぐにかかるはずだ。感度をテストしてみよう。うわ、力がすごいな。じゃあそろそろ別のことをしに行こう。数日前に編んだ大きな魚かご。中身を確認しに潜った。中を見てびっくり。思わず岸に引き上げた。カゴを開けてみると中身が一気に目に入ってきた。大物はいなかったけどいろんな小魚がたくさん入ってた。種類も豊富だ。いろんな小魚がいっぱい取れた。名前もわからない魚ばかり。これなんか名前も知らないし。こっちも。中にはスポンジフィッシュまで2匹いた。すごいな、人形。魚がこんなに。夜のスープに取っておこう。いいね。スープはできるけど主食がないな。よし、もう一回潜ってダートを。お前も岸で魚を処理してくれ。太陽が強すぎる。俺も魚股を持って潜りに行った。そのまま上がって焼きたい。だって今の海水は本当に冷たすぎる。1分ごとに耐え難い苦痛だ。食べ物が潜んでいそうな場所を探す。しばらくすると見つけた。周りに完全に溶け込んでいるセミエビ。この肉はなんとロブスターと同じレベル。これは逃せない。セミエビを取った後、また岩穴で珍しいブルースポット、旗を見つけた。すぐに魚股を構えて命中させた。珍しいのを捕まえたぞ。この魚はめったに見られない。さらに探索してまたセミエビを発見。さっきのよりずっと大きい。彼らはどうもこういうサンゴ礁に隠れるのが好きらしい。よく見ないと全然わからない。でっかいセミエビだ。これもなかなか珍しいな。その後2時間の探索でどんどん収穫が増えていった。俺が潜っている間、ダートーも手を休めず魚を全部さばいてうまい魚スープを作ってくれた。うわぁ、今日は本当に寒すぎた。でも収穫は悪くない。大きなセミエビ3匹、ブルースポット、ハタ1匹、さらにカニ1匹、それにサザエも。
ダート、この漁場はいい感じだな。それは君への警告だぞ。あそこでも収穫できたよ。それも一緒に処理して持ってきてくれ。今日の食事は最高だな。魚のスープもあるし、エビもある。さらにサザエ、カニ、焼き魚まで豪華だ。さあダート、食べよう。ジンケイ。この味、ロブスターの肉と全く同じだ。まさにロブスターだな。こいつには、戦犬ロブスターって名前があるんだぜ。それにしてもこの島の天気は本当に変だ。船も壊れちゃったし、波も小さくなってきた。ダート、仕方ないな。この小舟を直して使うしかないかも。俺はこの島も悪くないと思うんだ。でもあまりに快適すぎるな。新しい環境で挑戦しないと。今の状況だと、手持ちの道具だけで完全手作りで船を作って。漕ぎ出すのは無理だな。船長に迎えに来てもらうしかない。ジン兄、それで次はどの島に行くんだ？一つの島じゃなくて、いくつもあるんだろ？それなら楽しみだな。よし、一緒に食べよう。